どうも皆さんこんにちは、あきらです。じゃん !360 度カメラ、今買うならどれを買うべきか、これをね、やっていけたらなというふうに思っております。360度カメラの主力の製品がね、3社から登場した今ですね、どれを選べばいいか、結構難しいですよね。最近出ましたこの GoPro Max 2に関しては約6年ぶりのアップデートということで、ようやくこれが出たことにより360度カメラがね、今年の分は一旦ね、揃ったといった形になります。この動画自体がね、2025年10月の最新の情報になっていますので、もしね、皆さんが今後見た場合とかはね、この動画と期間が空いてしまっている場合はね、この動画を参考にしつつ、最新のね、情報をね、チェックしてもらえたらなと思っております。で、まずですね、僕なりの結論からお伝えしていけたらなというふうに思ってるんですが、このインスタ360のこの X5、これをおすすめしたい方は、初めての360度カメラを使う方、そしてあらゆるシーンに適用させたい方、こういった方はこのインスタ360の X5 が合うかと思います。で、一方で DJI Osmo 360に関しては、DJI のエコシステムをね、すでに活用している DJI 製品を他を持っているとかね、結構慣れているような方とか、マイク類とかね、そういった方はこのね、DJI がすごくいいかなと思います。で、最後 GoPro ですね。GoPro Max 2がね、おすすめな方は、GoPro 製品に慣れているような方とかが、いいのかなというふうに思っております。ちょっとこのね、MAX に関してはね、この2つに比べてね、やや難しいと感じてしまうかもしれないんですけれども、これがね、僕が一旦ね、出したい結論になっています。ただね、各項目によって結構例外が出てきますので、動画本編でね、しっかりとね、比較であったりとか、検証、そして理由とかもね、しっかりと紹介していけたらなと思っています。で、実際にこの動画のね、比較項目はこんな感じでいきます。まずはスペックを比較して、次価格ですね、ここ非常に大事。で、デザインや外観、そして基本操作と動作感。で、さらにバッテリーと長時間収録について。で、動画後半では画質や音声の実際の比較もしますし、あとは編集アプリとかソフトの操作感もしっかりと行います。で、最後に実際のね、使用感であったりとか、比較をしてみて、僕がどう思ったのかとかね、そういったところの感想っていうのをお伝えできればなというふうに思っております。このね、動画を見ていただければね、自分に合った360度カメラがどれなのかっていうのがね、きっとわかると思いますし、選ぶ上でね、どれを大切にしていけばいいのか、どこをね、優先して考えていくべき必要があるのかっていうのも、皆さんにね、いろんな想定シーンをね、考えながら皆さんにね、ご紹介できればなと思っていますので、必ずね、ちょっと役に立てるというか、結構ね、僕たちも頑張って検証してきましたので、ぜひね、楽しんで見ていただければなというふうに思っております。ということで、まずはスペックから比較をしていきましょう。スペックはこんな感じになっています。まず大きく違うのがセンサーのところになってきています。DJI の Osmo 360がね、特殊でスクエアセンサーになっていて、実質1インチと同等レベルの面積を持っています。ここがかなり特徴です。GoPro Max 2はセンサーがかなり小さいです。それによって取り込む光の量がね、ちょっと少なくはなってしまうので、ここで暗所性能というのがね、少し気にはなってきますね。で、この GoPro Max 2に関してね、少し面白いのが、GoPro Labo というね、サイトで、アップデートをね、することができるんですけど、そこで拡張機能として、300メガビットパーセカンドの高ビットレートで収録ができるということを、プロモーションのね、動画とかで、一応ね、大々的にアピールはしてるんですが、ないんですよね。これが今現在では。はい。これが今後来るのかわからないんですけど、今のところ全然なくて、ちょっとこれがね、できなさそうというところで、そうなるとね、ちょっと実際の画質どうなるかっていうのはちょっと不安なところにはなっています。後ほどね、画質の検証をしっかりとしていきますので、じっくりとね、違いは後ほど見ていきましょう。で、ただですね、このセンサーサイズが全てと言われるかというと、そうではなくて、実際にね、光を取り込んでいろんな処理をね、していくための、チップ性能というところもね、結構関わってきます。で、この X5 っていうのは、なんと AI チップもね、3つとか入ってて、インスタ360さんの中でもかなりね、力を入れている、画質をね、実現させるためのチップが入ってたりするので、そういったところでもね、結構変わってくるっていうことは、ここでね、押さえておきましょう。で、解像度とスローモーションに関してなんですけど、解像度自体はですね、Osmo 360が 8K の 50fps まで行くので、最高画質かつスローモーションにもね、できるというところで、ここは便利です。一方で 4K 映像のスローモーションに関しては、最大 120fps までいけるインスタ360の X5 が有利となっていますね。で、写真の画素数に関しては GoPro Max が圧倒的に少ないので、ちょっと写真はね、おまけ程度になってしまうかもしれません。で、カラープロファイルに関しては10ビットのね、Osmo と、GoPro っていうのがすごく有利です。色のね、編集の耐久性っていうのは非常にね、優れてるかなと思います。一方でね、インスタ360の X5 はログでね、撮影をすると、解像度がかなり落ちてしまったりとか、そもそもね、ログではね、8K の映像が撮れないっていうのがね、あったりするので、ちょっと X5 はね、結構厳しいところがあります。では続いて、レンズ交換についてなんですけれども、360度カメラっ
ってレンズが傷つきやすいですよね。こういった形でむき出しになっているため、傷ついたり擦れてしまったりとかね、こういった時にどう対処するかっていうのがね、非常に重要になってきます。インスタ360の X5 と GoPro Max 2はレンズ交換がセルフですることができます。Osmo 360はセルフではできません。送って修理に出せばね、交換はしてくれるんですが、セルフで自分でね、変えることはできません。なので X5 と Max2 はね、より自分でね、変えれることによって攻めた撮影もできるし、ちょっとね、チャレンジしていろんなね、アクションができるっていうのも非常に強みになってきます。ちなみに X5 の交換レンズはシングルが5280円で、ダブル両方で7500円。Max2 は2つセットで8000円となっています。このセルフでね、交換できるっていうのはね、やっぱり安心感にもつながりますし、業務用途として使っている時に撮影中にね、現場で交換できてしまうっていうのは信頼感にもね、つながるし、やっぱり即効性があったりしますよね。なので非常にね、ここは大事になってきます。実際にね、GoPro Max 2もね、ひねってあげればここを取り出して、この中がね、ついてしまったらもうここはどうしようもないんですが、このね、レンズの、もうこれレンズガードかなと思うんですけど、Max 2に関しては、一応ね、これを普通に、取り付けて、自分でね、セルフで交換することができますと。このレンズ交換に関しては、めちゃくちゃね、360度カメラを選ぶ際にとても大事なので、ここはね、ぜひ押さえておきたいところになります。ただ一方で内蔵ストレージやメディア、ここもね、かなり判断基準にはなってくるかと思っています。インスタ 360X5 と GoPro Max 2はマイクロ SD カードが入りますが、カードを忘れたら撮影は一切できません。ただ DJI Osmo 360は内蔵のストレージが約 105GB もあるんですよ。なので SD をね入れ忘れていたとしても本体で取れちゃうので、これはね非常にね強いところだと思いませんか。内蔵ストレージに関してはね、全メーカー統一でね頑張ってほしいなと思うんですけれども、皆さんはねどうでしょうか。マイクロ SD カードを忘れがちですか、もしくはレンズを傷つけがちですか。ここがね360度カメラ選びでまずはね判断したい大きなね分かれ道なんじゃないかなと思っております。ではですね、それぞれの価格とアクセサリーについて見ていきましょう。X5 が 84,800 円、エッセンシャルキットはもう少し高いです。Osmo 360はスタンダードコンボが 67,100 円、アドベンチャーコンボなどもあります。GoPro Max 2は通常版が 79,800 円で、アクセサリーキットも 87,800 円となっています。これら3機種とも自撮り棒とか、あと予備バッテリーがついてくる、セットでね、やっぱり買うと、お得で、よりね、360度カメラらしいね、使い方ができるので、セットがね、僕は結構おすすめです。一方で単品購入する場合で見ていくとですね、SD カードのね、購入がこの2つは必要になってきますよね。360は SD カードがもうそもそもなくても大丈夫。内蔵ストレージがあるためです。そのことから Osmo 360っていうのは一番ね、初期費用を抑えることはできます。価格もね、非常に魅力的ですよね。ちなみにね、マイクロ SD はね、2、3000円ぐらいでね、買うことができるので、そんなにね、負担は大きくはないんですが、注意してほしいのは安すぎるとね、書き込みエラーで、高画質なね、設定とかをしてると、録画が止まってしまったり、撮れなかったりするんですよ。なので一応基準として、V30 と書かれているマイクロ SD カードを選んであげると、そこそこのね、速さなので対応できるかと思うので、買う場合はね、V30 や V60 っていうものをね、なるべく選ぶようにしてもらえたらと思います。で、単品購入の注意としては、自撮り棒がね、これら3つについていませんので、自撮り棒をね、取り付けて、見えないスティックとして、よりね、高さを出してね、撮ったりとか、そういったことができなくなるので、ここは注意になります。一方で、セットで購入したときは、GoPro Max 2はね、アクセサリーセットに SD カードが付属しています。DJI の Osmo 360はバッテリーが3つついています。X5 と GoPro Max は2つのみですね。一方 X5 はレンズガードがついていたりするので、結構ねセット内容もそれぞれ変わってくるので、ここもね、ちょっと自分の用途と相談して必要なものがね足りているかしっかりとねチェックしてみてください。ということで、それではそれぞれのねデザインとか外観をね1個ずつ見ていけたらなというふうに思っております。まずは X5 から見ていきましょう。X5 だけね、もう明らかに違うデザインで縦長のねボディになっていて、なおかつ縦長のねディスプレイサイズとなっております。で、重さは約 200g で、底面にはマグネットマウントと4分の1ネジがついています。そしてレンズ交換が可能になっていて、バッテリーはここで取り出す専用規格 X5 専用規格のものになっています。ちなみに SD カードはね、このバッテリーのこのスロットの中のここにあるので、ちょっとね手間はありますね。続いて DJI Osmo 360です。これはね、横長のボディと横長のディスプレイになっています。重さは約 183g、 底面にはマグネットマウントと4分の1ネジがあります。そしてレンズはね埋め込まれているので、交換をねセルフでするっていうことは不可能になっています。 Osmo 360のいいところはバッテリーですね。このバッテリーは Osmo
アクション5 Pro と、共通のバッテリーになっているので、一緒にね、合わせて使うことができる。ここはね、非常にいいところだと思います。そして GoPro Max 2ですね。こちらも横長のボディ、横長のディスプレイになっています。重量は約 195g なので、Osmo 360小さいのにもかかわらず少し重たくなっています。底面はマグネットマウントと4分の1ネジが入っていて、あとはここのマウント部分をこのようにしてあげると GoPro のね、独自のネジを使ったマウントの取り付けも可能になっています。で、MAX2 もレンズ交換をすることができて、バッテリーは MAX2 独自規格、専用規格になるので、前モデルの GoPro Max と互換性はありません。僕の意見としての総評は、手持ち撮影をするならば、縦長のね、この X5 のね、ボディがすごく持ちやすいです。で、最もね、本体サイズが小さいのは GoPro Max2 で、非常にね、コンパクトさがすごく好きです。ただ、ディスプレイサイズがね、一番小さいサイズ感となりますので、ちょっとね、見にくさ、視認性っていうのはやや劣る印象です。ただ僕はね、デザインとしては MAX2 がかなりイケてるなと思ってて、ここの青のね、印字であったりとか、ロゴとか、あと冷却ファンとかね、こういった作りっていうのはすごくね、僕は大好きですね。このね、デザインからも分かる通り、がっつり冷却機構がありますが、これによって熱問題はどのぐらい解消されたのか、これはね、ちょっと後ほどね、しっかりお見せしたいと思います。で、結構大事なアクセサリーの互換性についてもお話しさせてください。やはりね、この X5 に関しては360度カメラの歴史がとても長くて、純正アクセサリーがね、本当に豊富なんですよ。本当にたくさんありますので、アクセサリーはね、めちゃめちゃいいです。しかも ND フィルターもね、あったりするので、柔軟なね、露出補正も可能だし、よりね、プロフェッショナルな撮影もできたりしますね。ただ注意点として、インスタ360製品は新製品が出るたびに、マウントの互換性がなくなりやすいんですよ。他のね、GO シリーズとかもしっかりで、ここのね、底面マウントのマグネットのこの規格が変わりやすいので、ちょっとその辺はね、使いづらさをね、感じているところです。で、Osmo 360に関しては、Osmo アクションシリーズとのね、マウントの互換性があるので、ここの底面マウントが、アクション5 Pro と同じと、ここの互換性はすごくいいです。で、バッテリーもね、同じだったりするので、アクセサリーというか、いろいろとね、使い勝手がいいっていうのは、やっぱりね、エコシステム上、すごくね、特徴的なところかなと思います。で、GoPro Max 2はですね、GoPro 共通のね、マウントで互換性がね、非常に優れています。マグネットもね、共通ですし、GoPro らしいね、このネジで埋め込んで、しっかりと固定をするようなね、使い方っていうのも、このね、Max 2でもできるのは非常にね、強いところですよね。で、これはね、あくまで予想ですが、レンズ交換ができるので、もしかしたら ND フィルターが登場する可能性もなくはないかなとは感じていたりはしています。はい、ということで続いてはですね、ワイヤレスマイク、インスタ360と DJI がですね、ワイヤレスマイクを展開しています。で、マイク性能はもう正直ぶっちゃけ圧倒的に DJI のエコシステムが優勝だと思っています。実はですね、インスタ360からマイクエアーというね、こういった、はい、ワイヤレスマイクっていうのはね、出ていました。これ皆さん知っていたでしょうか？実はね、これ出てるんですよね。1機しかない。1台のね、接続になるし、充電自体はね、こうやってちょっと乗せて、これをね、タイプ A でつなぐみたいな、ちょっとこれはいまいちではあるんですけれども、このワイヤレスマイク自体っていうのは、しっかりと存在はしています。ただですね、この X5 と GoPro Max 2はですね、DJI のマイクシリーズにも Bluetooth で接続をね、することは可能です。例えばね、こういったDJI のマイクミニであったりとかね、こういったものを Bluetooth を返せばこっちでも使うことができます。もちろんね、DJI の Osmo 360も使えます。で、やっぱりね、すごくね、エコシステム上いいのが、この Osmo 360のみ、このね、ワイヤレスマイクをね、2つ接続をね、することができますので、2人同時に音声をね、ここに直接入れながら撮ることができるというのが、やっぱりね、この DJI の強みになるので、やっぱり音声のね、エコシステムはね、DJI がさすがだなといったところがあるかなと思います。というわけで続いてはですね、基本操作とか実際のね、動作化について見ていきましょう。まずは起動速度からです。これね、比較をしてみると、X5 と DJI のね、Osmo 360非常に高速です。ここにあんまり大差はないんですが、ちょっとね、GoPro Max はそれに比べるとね、やや劣ってしまうかなといった感覚があります。で、モニターのね、タッチ感度みたいなところで言うと、ちょっとね、GoPro が若干もっさりとね、してるかなと、正直思ってしまいますね。GoPro のね、この UI デザインとか、この辺のね、この改造感とかは結構ね、もう長年ずっとちょっとね、やっぱ古臭いままになってて、今回もね、この辺の改良がなくて、X5 とかね、Osmo 360は結構ここも解像度が綺麗で、結構俊敏に動くので、この辺のね、使い勝手はやっぱこっちがね、使いやすいかなと思いますね。で、レック開始時のね、ラグに関してはこんな感じですね。実際に押してから実際に録画が始まるまでの感覚っていうのはこれぐらいのね、差があります。で、録画ボタンを押すのはね、この MAX めっちゃやりやすくて、やっぱ上にね、あるからこう押しやすいんですよね。
はい、止めやすいし、一方でこっちはねちょっとここを押すことになるので、しっかり押せる環境であれば全然押せるんですけど、マックスやっぱ上にねあるっていうのはね、僕は結構押しやすかったなと思います。で、あとはですね、音声でね話して録画をしてもらったりとか、ジェスチャーを使って、手を上げたりして録画を開始してもらったりとか、あとはねこのひねって撮影っていうものがあって、これをね2回やると録画されるとか、こういったものがですね、X5 と Osmo360 は両方とも対応しています。これ結構大きくて遠隔ですることができたりするんですよね。この棒をね伸ばしてこうやってひねるだけでレックができると。これはね非常に便利だったりするので、この辺のね使い勝手は実はねかなり変わるかなと思います。で、この GoPro Max 2はこのね3つのうち音声制御だけできるといった形になるので、ジェスチャーとひねって撮影っていうのはできません。こんな感じでね、じっくり見ると割とね違うところはね、見えてくるかなと思います。ではその他のね各カメラのね特徴を見ていけたらと思うんですが、 X5 はねスリープ機能があります。電源ボタンを1回押すとこれでスリープできるんですよ。これはね他の2機種にはありません。で、そして画面を1回タップすれば他のね表示を減らすことも消すこともできますし、暗所でのね撮影は自動的に判別をしてピュアビデオモード、夜のね撮影シーンに自動的にねおすすめをしてくれます。で、あとはねアクセサリーをね自動認識することができるので、例えば防水ケースをねつけるともう今ケースついてるモードですよみたいなことも認識できる。結構やっぱり優等生って感じしますよね。一方でですね、シングルレンズ撮影っていうのがあるんですが、これはですね従来のね360度カメラ両眼を使って撮るのではなく、片目だけをね使って撮るといった時に、こういった形で画面のねディスプレイが横表示になると、ここだけになるので、ちょっとねシングルレンズの撮影は少しね物足りなさをね感じるところにはなります。次は Osmo360 ですね。こっちの特徴は前後の切り替えをですねここのボタンでできます。物理ボタンでもできるし、中のこのね切り替えボタンでもできる。これがね意外と使いやすいです。で、あとはですねシングルレンズのね撮影がやっぱりね横画面でしっかりとね見ることができますので、やっぱりねここは X5 に比べて見やすいところになります。ただですね、ここのメニューを出した時にここの項目がですねアイコンのみになります。 X5 なんかはね名前とか名称とか何のねものなのかっていうのを書いてくれてたりするので、ちょっとねこの Osmo360 はね直感的にやるのがね難しいかもしれないですね。で、あとはですね画面をタップして情報をね消すという機能はないので、ここもねちょっと使いにくいかなと感じてしまう可能性があります。最後は GoPro Max ですね。まず物理ボタンが電源ボタンと録画ボタンのみになるので、他のカメラでいうね Q ボタンであったりとかファンクションボタンのようなものがありません。なのでちょっと割り当てができないとかでちょっと不便ではあります。で、画面タップで情報表示も消すことができます。で、結構大きな欠点があるんですが、 GoPro Max 2は操作時にプレビュー画面で他のねアングルを確認することができません。はい、このようにちょっと変わってしまうんですね。これどういうことかというと、本来360度カメラというのはプレビュー時にこのようにね他のねポイントを確認することができます。今どんなところで何が映ってるのかっていうのを見ることができるんですけれども、一切できません。はい、こんな感じで一切できませんし、撮った映像もこれ確認することができません。本来ですねこのように撮影した動画をねこう見ていくことができるんですけれども、はい、これがですねこっちの MAX は一切することができません。これ結構致命的ですね。前後のね切り替えしかできないので、ここはねかなりちょっと不便にね感じてしまうかもしれませんね。ということで次はバッテリーと長時間記録について見ていきます。まずは全モデル 8K30fps の高ビットレートで検証しました。この時スクリーン表示が1分後にオフになるように統一しています。結果として一番停止が早かったのが GoPro Max 2で19分48秒で熱停止。次は1時間13分7秒で Insta360 の X5 が熱停止。一番長かったのが DJI Osmo 360で1時間22分18秒程度で高熱により秒数表示が消えました。画面が消えたものの録画はそのまま続いて、バッテリーが 0% になるまでの1時間29分59秒という結果となりました。GoPro はね熱問題が様々なシリーズで注目されてきて、今回ね冷却ファンがついていましたが、そこまで大きなね改善っていうのはなさそうな感じがしています。で、続いて 4K30 フレームのシングルレンズモードで検証してみました。全ての機種でビットレートは普通に設定しています。この結果は少し意外で、Insta360X5 が1時間34分15秒で熱停止により停止しました。 GoPro Max 2は1時間46分34秒の時点でおそらくバッテリー切れによって停止しています。熱停止の表示はありませんでした。そして DJI の Osmo 360は2時間40分11秒でバッテリー切れにより停止する結果となりました。これらの検証結果から長時間収録はこの Osmo 360が非常に優れているんですが、
このカメラだけ少し問題があります。Osmo 360のみ自動的にファイルが分割されています。これは15分からだいたい16分あたりでファイルがね、区切られていくんですよね。なので長時間収録自体はたくさんできるんですが、ファイルがたくさん分別されてしまうので、ちょっとそこはね、手間がかかってしまうのかなと感じております。一方で X5 はね、ちょっと場合によってはね、早く切れてしまうところがありましたが、最近ウルトラバッテリーというものがね、新たに登場しています。これは長時間撮影用のね、新たなバッテリーになるので、ちょっとね、バッテリーが不安な方はこっちをね、用意するといいのかなと感じています。で、GoPro Max はね、ファイル分割はないのが非常にね、いいかなと思うんですけれども、熱問題はね、解決をしきれてないんじゃないかなと言えるのかなと感じています。とはいえ、負荷がね、少ないシングルモードの撮影などであれば、長時間ね、十分に耐えることができましたので、やっぱりね、用途次第で結構選ぶ必要はあるかなと思います。では続いては画質や暗証、音声比較をやっていきたいと思います。まずは画質、8K 撮影のスタンダードカラーで比較をしてみました。正直もう全体的にね、とても高画質です。ただ最もね、自然な色にね、感じたのが GoPro Max 2でした。やっぱりね、GoPro Max のね、ちょっとこの元気のあるというか、すごくね、生き生きとしたね、画質は僕は非常に好みです。ただ、暗部のノイズがね、ちょっと目立ってしまっているので、ここはね、気になる人がね、いるかもしれません。Osmo 360も改造感はあるんですが、カラーはね、ちょっと好みが分かれそうなイメージがあります。一方、X5 は2機種に比べるとね、若干ね、解像度が劣ってしまっているのかなと感じることも少しありましたね。とはいえ十分綺麗ですし、僕がね、着ていた黒の服を忠実に黒の表現をしているのが X5 だったので、僕はね、非常にこの画質はね、好きです。ただ、X5 は背景に映るね、木々の描写が、ちょっと不自然というかね、若干他の2機種と比べて変わっているような印象があるので、細部まで見ていくと3機種それぞれにね、違った描写のね、仕方があるなという印象です。続いてはですね、よく撮影される想定として車載で撮影をしてみました。車の中というのは、車の中の明るさと窓の外の明るさでかなりね、明暗さが変わってくるので、こういった環境下で両方押さえておく必要があるんですが、ここで比較をしてみると面白い結果です。X5 はアダプティブトーンというね、新たなモードによって結構ね、両方ともしっかりとディティールを残すことができています。Osmo 360は車内の露出を合わせているためか、外のね、景色の露出が若干ね、最適ではないような印象がありました。一方で GoPro Max は外の景色は綺麗ではあるんですが、車内がね、やや暗いためノイズがね、やっぱり目立ってしまっているので、Osmo と Max2 はどちらかに合わせようとしている一方で、X5 は両方をね、綺麗に撮れているこのアダプティブモードっていうのはね、すごく優れているような感じがしています。続いてはログ撮影の比較を行います。Insta360X5 のみ 8K でのログ撮影ができないため 5.7K で撮影をしています。ログ映像に関しては GoPro が他の2機種と色味が異なっているように感じますが、全体的に解像度が高くナチュラルな映像であることを感じています。また DJI Osmo 360のログ撮影も解像感を保ちつつ鮮やかな発色が印象的です。一方で Insta360 の X5 はログ撮影で 8K 撮影ができないこともあり、比較するとディティールが失われている印象を受けました。とはいえ360度カメラでログ撮影を行う人はそこまで多くはないのかなと思いますし、僕自身もこのジャンルのカメラではログ撮影を使いません。もしログ撮影をしたい方はこの点を覚えておきましょう。続いてはですね、スティッチング性能の対決です。スティッチングというのはこのレンズのつなぎ目ですね。360度カメラはレンズが2つ両面にねついていますね。それらのこの境界線のつなぎ目をね、いかに補正をしっかりするか、これをスティッチングというんですが、ここのね綺麗さっていうものを比較してみました。これは正直 X5 が圧勝かなと思います。僕自身がレンズのつなぎ目部分に立って撮影をしていたんですが、限りなく自然にね補正されているかなと思います。一方 GoPro Max2 はね、見てられるくらいのねステッチング補正ではあるんですが、たまにね、ちょっとピクピクとね不自然な挙動っていうのがあったかなという印象です。で Osmo 360に関してはちょっと僕誰かなっていうぐらい顔の形がねギュッと細くなってしまったりとかね、かなり不自然なね感じになっているので、できるだけねレンズのつなぎ目では撮影したくないというような印象を受けました。続いては暗所撮影を比較してみます。X5 はピュアビデオモード、Osmo 360はスーパーナイトモード、GoPro Max はナイトモードなどがありませんので、スタンダードモードで比較をしました。やはり GoPro はね、暗所撮影専用のモードがないので、がっつりとノイズがね、出てしまっていますね。で、パッと見の綺麗さは DJI Osmo 360がね、最も綺麗に感じたかなと感じています。ただちょっとね、赤みがあるような印象で、赤みがね、ないというところで自然なのは、X5 かなと感じています。正直 GoPro は日中でもね、暗部ノイズが出ていたため、結構暗いね、影とかでは注意が必要です。センサーが小さいのがやはりね、弱点となっていそうなところです。はい、こんな感じでアプリはね、それぞれ実際にね、つなげることができます。どの機種でも無線接続でプレビューをね、させることができるし、レックをね、押すことも可能になっています。はい。
問題なくね、撮影ができていますね。では、そしたらそれぞれのアプリでの編集のね、ちょっと特徴をね、見ていけたらと思うんですが、インスタ360やっぱすごくて、例えばですね、この動画をリフレームさせる、要は他のね、画面の違うところにね、しっかりとやりたいときは、例えばこの録画ボタンを押して、これで録画開始すると、このままリフレーミングをすることができるんですよね。カメラの向きに合わせてフレーミングをね、変えることができるので、それで今のね、動きがそのまま使われているといった形で、リフレームがね、めちゃくちゃやりやすいね、ものになっています。他にもですね、例えば僕がね、歩いたりしてる時にね、ずっとここに入れたいとかなれば、これをですね、押して AI フレームっていうものをね、使ってあげます。そうすると、今これ分析をすることができて、で、これでね、見てあげると、もう勝手にね、僕を真ん中にずっと入れてくれるんですよね。こういう風に。なのでね、この AI フレームっていうものをね、使ってあげれば、非常にね、トラッキングも簡単になります。で、他にもね、なんと美肌効果があります。この美顔フィルターからですね、これ自動とか美肌とかね、このやり方とか、明るく暗くとかね、ちょっと分かりにくいけどね、僕のこの顔がね、明るくなったり、小顔にね、したりとか、目をでかくしたり、鼻を縮小したりとかね、はい、もう別になっちゃったけど、こんなことができるように、ね、なっておりますね。一応これね、PC のソフト版にはね、ないので、美肌補正したい方は、このアプリ上でね、行う必要はあります。他にも、インスタ360のね、クラウドサービスによって自動ファイルバックアップ機能も使えたりするので、これはね、X5 を購入したら1年間無料でね、加入することができるんですが、Wi-Fi の環境下で、かつ充電中であれば、勝手にね、データがクラウドに上がっていくと。そしてそのデータをね、クラウドで共有することもできたりするので、このアプリから非常にね、いろんなことがね、できるようになっています。そして続いてはね、DJI Mimo ですね。これもね、本当に基本的には一緒です。直感的にね、このパノラマのこのを使って、こういろいろとね、編集をね、することもできますし、フリーフレーミングを使えばね、こういう風にもう自動的にね、選ぶこともできるようになっています。で、フィルターとかからね、色のね、調整を変えたりだとか、こういう風にね、一発で色を変えれたりとかもするし、美顔効果とかでね、ちょっとね、今映ってないんですけど、美肌とか美白とかね、明るさを変えたり、いろいろすることができるようになっています。DJI Mimo はね、ちょっとクラウドのアップロードはできないんですけど、ほとんどのことがね、X5 と、同じインスタ360のアプリとも同じようにね、することができるようになっています。最後は GoPro Quick ですね。これはね、ちょっとだけややこしくてですね、まずですね、接続をして、このメディアから、一旦ね、ローカルに入れて、これを開くと。でですね、このような形で再生をさせながら、このキーフレームでね、カスタムとかリニアとかいろいろとワイドとかね、このフレーミングを作っていくといった形になりますね。で、もちろんね、被写体追跡をさせたり、モーションフレームもあるので、これね、プラスボタンを押して、このね、モーションフレームで実際に録画を開始すれば、自分の動きに合わせて、こうやってね、動かしていくことができるようになっています。ただですね、フィルターとかはね、あるんですけれども、美肌補正とかはね、ないんですよね。ちょっとここはね、残念な人いるかもしれません。で、インスタ360と同様で、クラウドのね、自動アップロードもありますので、これはね、MAX を購入したらね、1年間無料でなんとね、ついてくると加入することができるので、ただね、これ購入時にね、入る必要はあるので、ここ注意なんですけど、一応ね、することができます。で、これにね、加入すると、容量無制限のクラウドストレージとか、GoPro.com でのね、購入の時にアクセサリーがね、最大 50% オフになるというね、いろんなね、特典があるのでね、もし興味ある方はね、こちらも加入するのがいいかもしれません。なのでね、アプリの操作感はね、めっちゃ大きく変わるわけではないんですけれども、クラウドサービスというところはね、ちょっと DJI がなかったりするので、あと美肌補正は GoPro がなかったりするので、わずかにね、この辺の操作感はね、変わってくるかなといったところです。はい。っていう感じでね、だいぶと理解深まってきましたよね。あとはですね、結構大事な PC でのね、ソフトでの違いをね、認識する必要があります。もちろんスマホのね、アプリでもいいんですが、やっぱりね、PC のソフトを使ってがっつりとね、いろいろとやる方が結構できる幅っていうのが増えます。で、ここがね、結構違ってきたので、ちょっとね、皆さんにここは注目して見てもらいたいです。では、まずはね、インスタ360スタジオから見ていきましょう。インスタ360はね、もう歴が長いので、本当にね、操作面とか機能面とかね、総合的にめちゃめちゃ優れています。まずね、編集はね、もう本当に直感的にね、できる。これはね、どのソフトでもできるんですけど、このモーションブラをね、かけることができます。モーション ND っていうものをね、使うことで、これはね、ちょっと僕止まってますが、動いた時とかにですね、ちょっとあえてブラをね、出したりとか、そういったこともできるし、あとはですね、ここからオーディオのね、ノイズをね、減らすことができたりとか、ボイスフォーカスで、よりね、こう強調させたりとかね、そういったこともね、できるようになっています。で、しかもね、ここでね、調節をね、よりすることもできるので、かなりね、表現のね、柔軟性、自由度がありますね。で、他にもスティッチングの最適化っていうのがあるので、これでですね、要はこのつなぎの部分、つなぎ目の部分がオフからこうやってね、よりね、自然なものにね、最適化させることができます。ちょっと
と今ね、これも横に360度カメラが並んでるので、なかなかこれは難しい環境ではあるんですが、これでね、よりステッチングをね、綺麗に見せることがね、できたりしますね。で、すごく僕が好きなのは、このキーフレームをね、打った時に、こうやって自分でね、こういろいろと変えたりするじゃないですか。で、次のね、キーフレームを打つ時にですね、こうやって変えるんですけど、キーフレームがその場所ごとにあるんですよね。これが非常に使いやすいです。他のね、ソフトだとキーフレームを打ったらね、だいたいこの辺でね、統一して変えるんですけど、このキーフレームごとにね、この辺を変えれるっていうのが非常にね、僕は使いやすいなと思っています。で、他にもプロジェクトを作れば、はい、ここからタイムラインをね、作って、別でね、動画を作ることもできたりしますので、クリップごともできるし、プロジェクトごとでも編集をすることができます。で、書き出しの際にもすごく良くて、ここからエンコードフォーマット、プロレスとかまで選択できますので、よりね、綺麗に書き出して、そこから他のね、ソフト、ダヴィンチリゾルブとかに入れることができたりします。この辺はね、DJI の Osmo だとできないんですよね。プロレスの書き出しとか、より高ビットレートの書き出しっていうのができなくなるので、この辺はね、非常に使いやすくなっていて、ソフトウェアのね、総合力はもう圧倒的にね、インスタ360がね、いいかなと思います。続いてはね、DJI Studio を見ていきましょう。まずですね、DJI Studio のね、特徴としては、ここのね、フィルターですね、ここからカラーをね、たくさん変更させていくことができます。で、これはですね、スタンダードでね、撮ってるとよりね、綺麗に入っていくんですが、一応ログとかでもできるんですけど、ログとかはその上に当たるだけなので、スタンダードとかで、ね、使うといいかなと思います。ちょっとラットファイルっぽいですね、これは。はい。こういったものが使えますと。で、DJI のね、方はモーションブラーがないので、ちょっとね、これをね、疑似的にかけるっていうようなことはできないような仕様になっています。で、他にも一部分をね、早送りするタイムシフト機能とかもなさそうですね。これはインスタ360にはあります。で、あと一番違うのはタイムラインとのね、編集になるんですよ。なので、これが一番違うんですよね。クリップごとにね、編集をするわけではないので、例えばこの一個一個書き出した時に、ここのエクスポート行けばいいんですが、他のクリップも再度入れ直して書き出すみたいな形になるので、ちょっとね、このタイムライン設計っていうのが、他とはね、また違った思想にはなっていますね。で、基本的なね、ことはほとんどできます。キーフレームを打って、いろいろとね、編集することはできるんですけれども、ただですね、インスタ360のようにキーフレームがここに出るわけではないんですよ。ここの打ったキーフレームを、ここでね、変える、もしくはここでね、変えていくことが必要ということで、この辺でね、変えることはできないので、ちょっとね、この辺の使用感はね、インスタ360とはまた違うかなといったところです。で、あと、エクスポート書き出しに関しても先ほどお伝えした通り、ビットレートが、カスタムとかまではあるんですけれども、そもそものですね、ここのファイルが MP4 固定になりますので、ちょっとね、物足りないというか、プロレスとかで書き出せないっていうのがあるので、ちょっとエンコードがね、若干、物足りなさを感じるかもしれませんね。で、続いては GoPro プレイヤーですね。これが GoPro のものになってるんですけれども、めちゃめちゃシンプルなんですよ。結構ね、全然違うくて、もう結構必要最低限ぐらいの感じかなと思います。もちろんですね、キーフレームをね、打って、いろいろとね、変更することはね、できるので、自由にね、変更することはできるんですが、自動的にね、トラッキングをしたりとか、レック709にね、変換するラットを適用するみたいなことはないので、ちょっとめんどくささはね、あったりしますね。ただですね、モーションブラー自体はね、あったりはしますので、これでね、ちょっとブラをね、あえてかけたりとか、こういった表現は、GoPro でもすることはできます。で、ここのキーフレームのね、イージングとかもできるようにはなっていますね。ただですね、ちょっと使いにくいのは、この自分でね、この一個一個ね、この、なんやろな、回転軸とかをね、決めないといけなくて、水平はね、これで撮れるんですが、なんかレンズで例えば超広角のね、絵にするみたいなボタンとかもないし、小惑星モードとかもね、自分で作らないといけないんですよね。なのでね、結構ね、ちょっと正直使いにくいです、割とね。で、自動トラッキングとかもね、ないので、やっぱりね、ちょっとフレーミングはね、しんどいなと感じはしますかね、正直ね。ただね、めちゃめちゃ強いのがね、エクスポートでして、これでですね、高度なオプションから、なんとですね、4K のプロレスでですね、プロレス44444いけちゃうんですよ。もう、プロレス最大値までね、ちょっとこれ書き出せるので、これで書き出すとね、めちゃめちゃ綺麗です。はい。なので、この辺はね、めっちゃ強いなという印象はあります。はい。ということで、いかがだったでしょうか。どれにしますか？もう結論、どれでもいいですよ。こんなこと言ってあれですけど、今回みたいに細かく見ればね、もちろんめちゃめちゃ違いはあるんですけれども、でもね、もう撮れる画質にね、めっちゃ大差はないですよね。夜は違うけどね。唯一ね、ちょっと注意点が必要なのは GoPro かなと思ったんですけど、操作面とか、難易度がね、若干高めかなと思うので、あと暗証っていうところで、ちょっと注意はね、必要なのは GoPro かなと思うんですけど、シンプルに 8K の画質みたいなところで言えば、全部ね、めちゃめちゃ綺麗ではありましたよね。とはいえね、ある程度いろんなね、結論とか方向性っていうのはね、あった方がいいと思うので、改めて僕のね、結論、考え方をお話ししていくと、やっぱりですね、皆さんにとって、この機能だけは譲れないみたいなもの、そういったものを見つけて選ぶのがね、いいのかなというふうに
ふうに思っております。例えば内蔵ストレージを優先したいっていう方いると思うんです。やっぱり SD カードを忘れた時にも撮りたいという方は Osmo だったりするし、あとは撮影後のねワークフローを快適にしたい、よりね直感的にね編集をしたいという方は X5 がねめちゃめちゃいいと思うし、一方で最高画質のね最もナチュラルなカラーで撮影したいという方には GoProMax がね合うかなとも思ったりしますし、他にもね DJI のエコシステムが魅力的だと感じれば Osmo 36モデルだし、そもそものねアクセサリー互換性とかいろんなシーンにね最適化できるっていうので X5 を選ぶのもいいし、あとはね GoPro 製品に慣れている GoPro を応援しているっていう意味では MAX2 がね良かったりすると思うので、本当にねいろんな用途と自分が譲れないところを考えて決めていけばねいいのかなというふうに思っております。どれをね選んでもそれなりにね満足はできると思いますが、厳密に見ていくとねいろいろとね知っておくべき項目があるかなと思って今回ねこの動画を作らせていただきました。めちゃめちゃね大変だったんですけれどもね、皆さんのね役に立っていればすごく嬉しいなというふうに思っております。もしねこの動画でねよりねいい選択ができそう、自分がね重要視しているポイントが分かった、役に立ったっていう方はねぜひ高評価とかグッドボタンとかチャンネル登録でこのチャンネルをね応援していただいたり、保存していただければすごく嬉しいなというふうに思っております。ということで今回ねこの辺にしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。